ウクライナ戦争で存在感を増したとされる無人航空機、バイラクタル TB2 ですが、実はウクライナでは大した戦果を上げていないことをご存知でしょうか。2020年に発生したアゼルバイジャンとアルメニアによる紛争、第二次ナゴルノカラバフ紛争では、アゼルバイジャンがバイラクタルを使用して大戦果を上げていますが、どうしてウクライナではそこまでの活躍ができなかったのでしょうか。それは、バイラクタルの開発国であるトルコの関与の度合いと、事前準備にあります。これは一体どういうことでしょうか。今回は、そんなバイラクタルの概要と性能、ウクライナでの戦果、ナゴルノカラバフ紛争と何が違ったのか、という視点で解説していきます。バイラクタル TB2 は、トルコの民間防衛会社であるバイカル社が開発した無人戦闘航空機で、もともとバイラクタル TB2 の原型であるバイラクタル TB1 は、トルコの国防産業庁が実施した戦術 UAV プログラム。簡単に言えば、トルコ空軍に配備される無人航空機を決めるコンペで、優れた飛行制御システムと完全自立離着陸機能を備えていたことにより、国防産業庁と契約を締結しますが、バイラクタル TB1 が実用機として納品されるには至りませんでした。その後、新たなシステムを搭載し、レーザー誘導弾を装備可能なバイラクタル TB2 が開発され、2014年に初飛行、2015年にはミサイルのテストを経て量産が開始され、納品に至ります。こうしたトルコの無人航空機の開発が加速したのは、米国からの無人航空機供与が禁止されたからです。現在まで続くトルコとクルド人勢力の衝突により、供与した無人航空機が民族紛争に使用されることを懸念した、というような背景もあったらしく、トルコ自国での無人航空機開発を加速させていきました。バイラクタル TB2 は、全長 6.5 メートル、全幅12メートルの比較的大型の無人戦闘航空機です。巡航速度は130キロ、最大速度は220キロと、速度はあまり速くありません。エンジンは、100馬力のガソリンエンジンが1機搭載されており、燃料の容量は300リットル、航続時間にすると27時間と言われています。搭載兵器の数にも直結するペイロード、積載可能重量は150キロで、兵器を搭載可能なハードポイントは、左右の翼下に2つずつ用意されています。搭載が可能とされている兵器は次の4種類。長距離対戦車システム、ウムタス。小型精密誘導爆弾、マム。70ミリミサイルシステム、チリ。レーザー誘導ミサイル、ボゾク、です。これらはすべてトルコ産の兵器で、まず長距離対戦車システムのウムタスは、射程8キロの赤外線誘導方式が採用された対戦車ミサイルですが、ウムタスという、レーザー誘導方式が採用されたバージョンも搭載可能です。次に小型精密誘導爆弾、マムは、レーザー誘導方式が採用された滑空爆弾で、射程8キロの C 型、8から14キロの L 型、そして30から80キロの長射程を誇る T 型など、用途に応じて使い分けができます。ただ、T 型に関しては長射程を活かして中距離対空兵器の射程外から攻撃可能な反面、一発あたりの重量が94キロとなるので、一発しか搭載ができません。続いて70ミリミサイルシステムチリも、マム同様レーザー誘導方式を採用していて、対地、対装甲、対人攻撃が可能な汎用的なミサイルです。射程距離も8キロと、他の搭載可能なミサイルと同様です。チリに関しては、開発の背景に、低コストな精密攻撃能力を装備する、というコンセプトがあり、ヘリコプターへの搭載を念頭に開発が進められました。最後にレーザー誘導ミサイルボゾクですが、レーザー誘導方式で射程は15キロ、弾頭を変更すれば、優れた装甲貫通能力を有する鉄鋼弾としても運用が可能です。このように、バイラクタル TB2 には、射程8から80キロの多種多様な射程距離のミサイルが搭載可能です。
バイラクタルなどの航空機は、現在ウクライナ軍で多用されている自爆型ドローンとは違い、繰り返し運用できるのがメリットの一つです。ウクライナ側の発表によると、今回のウクライナ戦争ではバイラクタルの活躍により、ロシア軍司令部、戦車や装甲車、対空ミサイル部隊、鉄道の燃料車など、数百両を破壊したとされています。また、地対艦ミサイル、ネプチューン、との連携により、ロシア黒海艦隊の旗艦、モスクワ、の撃沈に関与したとの情報もあり、バイラクタルは徐々にウクライナ兵や住民から称えられ、バイラクタルの歌が作られるなど、ウクライナの抵抗の象徴の一つとなっています。しかし、このように英雄視される一方で、実際の戦果はちょっと違うようです。第三者機関によって確認された主だったバイラクタルの戦果は、T72 などの戦車が5両、各種装甲車が8両、牽引砲が6門、自走砲が3両、地対空ミサイルシステムが15機、ヘリが10機、その他の指揮所や保管庫が10カ所、という具合です。まあ地対空ミサイルシステムや敵拠点をある程度叩いているので、人によっては十分な戦果だろ、と思うかもしれませんが、今回ロシアが投入した戦力を考えると、英雄視されるほどでもない気がします。それに対してナゴルノカラバフ紛争では、アゼルバイジャンがアルメニアに対して、バイラクタルを使用し、100両近い戦車と50両の装甲車、150門の牽引砲、100両の自走砲、20機の地対空ミサイル、200台の非装甲車両を撃破するなど、アルメニアに壊滅的な打撃を与え、アゼルバイジャンの勝利に大きく貢献しました。ウクライナとアゼルバイジャン、この違いは何でしょうか。もともとバイラクタルなどの無人攻撃機は、実際の戦場では容易に撃墜が可能であり、役に立たないと言われていました。特にウクライナにおいては、ロシアが電光石火で航空優勢を確保すると思われていたため、時速200キロと速度が遅く、ステルス性も持っていないバイラクタルは、地対空ミサイルや敵戦闘機の格好の的になるとされました。しかし、蓋を開けてみると、ウクライナ兵の携行式対空ミサイルや、防空ミサイルシステムによって、ロシア軍は戦闘機による攻撃が思うようにできず、防空網の構築すらままならない状況でした。このように、バイラクタルが活躍できる状況が揃ったにもかかわらず、大戦果を上げるには至らなかったわけです。ウクライナとアゼルバイジャンの最も大きな違いは、バイラクタルの開発国であるトルコの関与の度合いと、事前の情報収集にあります。まず、アゼルバイジャンとアルメニアのナゴルノカラバフ紛争ですが、開戦の前夜、トルコからアゼルバイジャンに約24機のバイラクタルを売却したとされており、普通に考えると、前日に購入した無人機をアゼルバイジャン軍が迅速に運用できるわけもなく、実際にはトルコ軍のオペレーターによって操縦されていたと言われています。つまり、アゼルバイジャンの攻撃の計画は、トルコとがっつり共有されており、実質的には両国の共同作戦だった、と言っても差し支えありません。このようなトルコの手厚い支援に加えて、アゼルバイジャンは開戦前に、偵察ドローンによってアルメニア軍の陣地の位置及び、予備部隊の位置を把握、なおかつ開戦後の敵部隊の行動まで予測することで、バイラクタルで攻撃するための綿密な計画を立てていたわけです。また、アルメニアが保有する防空システムでは、バイラクタルを捕捉できなかったことも大きな要因です。アルメニアでは、ロシアの防空システム、S300 と、旧 K37 ブークなどを運用していましたが、これらは、小さくて速度の遅いドローンは無視するように設計されていました。本来はシステム改修によって改善されるべきでしたが、アルメニアに配備されているロシア製兵器は、輸出用のモンキーモデルであり、小さなドローンの検出に必要なレーダーの性能が低いなど、対策するには大規模な改修が必要でした。さて、ではウクライナのバイラクタルの運用はどうだったのでしょうか。まず、ウクライナがバイラクタルの購入契約を交わしたのは戦争前の2019年ですが、その数はバイラクタル本体が12機、
管制局が3機という内容でした。よって、開戦前には数機程度は入手していたと思われますが、初日のロシアの空爆によって数を減らし、作戦に投入可能なまとまった数が提供されたのは、開戦後の2022年3月から、となっています。事前にバイラクタル操縦のトレーニングなどは受けていたのでしょうが、オペレーターと機体の数の面、航空管制を行うためのインフラ面において、実戦で大規模に運用するための準備は整っていなかったことでしょう。まあウクライナとアゼルバイジャンでは、攻める側、攻められる側という、立場の違いも大きく影響したでしょうね。攻める方はその日に向けて綿密な計画を立てることが可能ですが、ウクライナの場合は、ロシア侵攻の前兆を欧米などから情報提供されていたとはいえ、ドローンも絡めた計画的な防衛戦略を、短期間で立案する能力も装備もなかったでしょうからね。ということで、今回のバイラクタルの解説は終了です。トルコでは、後継となるバイラクタル TB3 の開発も進んでいるようなので、要チェックです。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。